今日はある一つの薬がもたらしたまさに革命的な物語についてお話ししたいと思います。これまで一度変わってしまったらもう元には戻らない、そう信じられてきた体の変化を科学の力は打ち崩すことができるのか、その最前線に迫ります。この問いこそがまさに今日の話のど真ん中にあるんです。甲状腺がん症、通称テッドと呼ばれる病気は、人の見た目を大きく変えてしまって、時には視力さえも奪う本当に過酷な病気です。そんな長年苦しんできた患者さんたちに今一つの光が差し込もうとしています。ではまずこの話の前提として、甲状腺がん症というのがどれだけ深刻な病気なのか、そこから見ていきましょう。これはただの目の不調とかそういうレベルの話ではないんです。人の人生を根底から揺るがすほどの大きなインパクトを持っています。このテッドっていうのは、要するにですね、自分の体を守るはずの免疫システムが、なぜか目の奥にある組織を敵だと勘違いして攻撃してしまう自己免疫疾患の一種なんです。その結果、眼球が前に押し出されてきたり、物が二重に見えたり、外見の変化はもちろん、日常生活にも本当に深刻な影響が出てしまうんですね。しかも何十年もの間、医学界ではこのランドル曲線っていう考え方がもう常識だったんです。これは病気の勢いが強い活動期を過ぎてしまうと、組織のダメージは固まってしまって、もう元には戻りませんよという絶望的な宣告のようなものでした。つまり患者さんたちはこの変わってしまった顔と一生付き合っていくしかないんだと、そう言われ続けてきたわけです。で、ここが本当に大きな埋められない溝だったわけです。それまでの治療っていうのは、例えるなら、火事を消すことはできても、焼け落ちてしまった家を元通りに再建することはできなかった。ステロイドなんかで炎症という火を消すことはできても、一度前に出てしまった癌を元に戻すには、もう大掛かりな手術しかなかったんです。でもここで話は終わらないんですね。科学者たちは諦めなかった。ここからこの病気の根本的な仕組みを解き明かす、まさに、ああとひらめく瞬間へと入っていきます。そのブレイクスルーの鍵となったのが、受容体クロストークと呼ばれる現象の発見でした。これすごく簡単に言うと、TSHR と IGF-1R っていう本来は別々に働くはずの2つのスイッチが、なぜか同じ回路につながっちゃって連動してしまっている状態。片方のスイッチがオンになると、もう片方も一緒にオンになって暴走を始める。この異常な連携こそが病気の根本原因だったんです。この発見によって、もうパズルが全部はまった感じですね。まず、免疫の誤作動で生まれた自己抗体が最初のスイッチである TSHR を押してしまう。すると、連動して、もう一方の IGF-1R も作動して、信号が異常に増幅される。その結果、目の奥でヒアルロン酸っていう物質が大量に作られて、それがスポンジみたいに水分を吸い込んでパンパンに膨れ上がり、眼球を外に押し出していた。こういう仕組みだったんです。このメカニズムが分かったことで、ついに道が開けたんです。この悪い連鎖反応だけを狙い撃ちする精密誘導ミサイルのような薬への道がですね。そこで登場したのがこのテプロツムマブ、商品名テッペーザです。この薬の何が画期的かって、単に炎症を抑えるんじゃなくて、あの異常な連鎖を引き起こしていた故障した回路の片方 IGF-1R を直接ブロックしに行くんです。つまり問題の根っこを断ち切る史上初めての治療薬だったわけですね。理屈はわかりました。と、じゃあこの新しいアプローチ、本当に効果はあったのかって話ですよね。ここからその驚くべき臨床試験の結果を一緒に見ていきましょう。まずこの数字を少しの間目に焼き付けてみてください。82.9%。これがどれだけとんでもない数字か今からお話しします。これは OPT 試験という非常に重要な臨床試験の結果です。テッペーザを使った患者さんのうち、なんと 82.9% もの人で、がんの出っ張りが明らかに意味のあるレベルで改善したんです。一方で、偽物の薬を使ったグループでは 10% にも満たない。この差はもう誰の目にも明らかですよね。まさに驚異的です。しかもですね、これがどれだけすごいことかというと、これまでは目の周りの骨を削るっ
っていう本当に大掛かりな手術でしか得られなかったレベルの改善なんです。それが点滴だけで達成できた。信じられますか？そしてこの結果が長年の常識だったランドル曲線を文字通りふなふなに打ち砕きました。もうダメージは固まってしまったと考えられていた慢性期の患者さんでさえも、その体の変化は元に戻せるんだと、医学が不可能を可能にした歴史的な瞬間だったんです。でも、こんなに強力な薬、いいことばかりのはずがないですよね。光が強ければ影もまた濃い。ここからはその裏側にある重大で特有なリスクについて見ていかなければなりません。これ、公式の資料なんですけど、見てください、この言葉遣い。重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク。これが単なる軽い不調なんかじゃないってことが、この言葉の重みから伝わってきますよね。特に大きな懸念の一つが、聴覚障害、つまり難聴です。実は、この薬が標的にする IGF-1R っていうスイッチ、目の奥だけじゃなくて、なんと耳の中の音を感じる細胞が生きていくためにもめちゃくちゃ大事なスイッチだったんです。だから病気を治すためにこれをオフにしてしまうと耳の細胞が弱ってしまって最悪の場合元に戻らない聴覚のダメージを受けてしまう可能性があるんですね。それから血糖値もです。これも体のホルモンバランスっていうすごく繊細なシステムにこの薬が介入するからなんですが、決定として体が勝手に血糖をどんどん作っちゃう一方で、その血糖をうまく使えなくもなる。まさにダブルパンチのような状態で高血圧を引き起こすことがあるんです。だから何が言いたいかっていうと、この薬を安全に使うには専門家が一人いればいいってもんじゃないんです。目の専門家である眼科医、ホルモンの専門家である内分泌内科医、そして耳の専門家である耳鼻咽喉科医、この三者しっかりチームを組んで、治療の前から後までずっと患者さんを注意深く見守る体制が絶対に必要になる、そういうことなんです。さて、ここまで画期的な効果と、そして深刻なリスク、両方を見てきました。じゃあ、これら全部を踏まえて、甲状腺がん症の治療っていうのは、これから一体どこへ向かっていくんでしょうか。これはまさにパラダイムシフト。治療に対する考え方が180度変わったんです。もう治らないダメージをどうにかごまかしながら付き合っていくっていう時代から、薬の力でそのダメージ自体を元に戻せるかもしれないっていう全く新しい時代になった。これがこの薬がもたらした最大の功績なんですよね。つまり、鉄平山が切り開いたのは間違いなく新しい時代です。でも、それは決して楽園の扉なんかじゃない。とてつもない希望という光と深刻な副作用という影、その両方をしっかり理解して、ものすごく慎重に扱わなければならない。私たちが手にしたのは、そういう強大な力なんです。この物語は、最後に私たちみんなに一つの大い問いを投げかけているんだと思うんです。これから先、もっともっと強力で、もっともっとピンポイントに効く薬がきっと出てくるでしょう。その時、私たちは患者として、そして社会全体として、この画期的な進歩と、その裏にある計り知れないリスク、この2つの間でどうやってバランスをとっていけばいいんでしょうか。これは本当に難しい問題ですよね。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。